さり壊れたっす。想像するだけで心が温かくなるベーカリーの通りが、温かい瓦礫と化してる。私の王国がこんなになっちゃうなんて。これからパンをどこで買えばいいのよ。ちょっと今は冗談を言うタイミングじゃないでしょ。あちらのあたり、王宮は無事のようですね。私の家、私の盗品たち、なくなっちゃった。私の資金源、もうあんたしか残ってないっすか？自分たちの家を自分たちで燃やしておいて、なぜ私に聞く？だってきっとあなたが企んだこともあるでしょうし。もともとの計画はそうだったが、君たちに負けてからはずっと引きずり回されてたじゃないか。それなのにこの光景の責任も私に押し付けようと。妖精たちもなかなか責任逃れがお好きなようだ。そういうわけじゃないけど。少々ひどすぎるとは思わないか？いくら私が悪いとはいえ、全て私のせいにするのは。ごめん。だが裏切りに次ぐ裏切りを重ねた私のビジネスパートナーの仕業な気はする。そう、フリックルのことさ。とりあえず今は確証がありません。もう少し奥まで進んでみましょう。何が飛び出してくるかわからないわ。エレナを先頭に立たせましょう。はあ、私の王国を滅ぼそうとしたんだから、そのくらいはやってもらうわよ。それ本気で言ってるの？当たり前でしょ。人間は国を滅ぼした人間を簡単に解放したりするの？いずれにせよ教師様も賛成されたので、解放はしないことに。所詮は人間か。期待した私がバカだった。希望を持たせておいてそれを奪うなんて邪悪な。君たちの精神的拷問なんて散々受けてきたからね。今さらさ。収容所の夕食メニューにはとんかつと書いてあったのに、いざ夕食の時間になったら皿には黒豆だけしか乗っていなかったことが何度あったと思っている。それなりには反省しようと思ったが、もう我慢できない。ちょっと！そうさ、ポケットの中に自動高速解除ナイフ S2000 を忍ばせておいた。最初から反省する気なんてなかったのね。私がそんな簡単に反省すると思ったのか？愚かな。やっぱりこうなると思った。空気を読んでほしいね。周りを見るがいい。私が謝罪すべき王国はどこにある？滅んでいてもう存在しないじゃないか。この謝罪書はもう意味がないということだ。こうなってしまったなら元の計画通りにするのが。裏切る気？今頃秘書のアメリアが君たちが壊した MEOW を復旧させているはず。
ポケットに忍ばせておいた MEOW 発信機のボタンを押せば君たちは終わりだ。何かで拘束してみんなでボコボコにしてやらないと。来るな。これをすぞ。ここらを火の海にしたいのか。まったく、女王様、お戻りが遅かったですね。レシュール、この裏切り者。急に頭をって何をするんですか。この恩知らずのパンオタク妖精め。どうせみんなで脱出するときにこっそり抜け出して私たちを裏切ったんでしょ。何を言ってるんですか。私が誰を裏切りました。私はただ脱出するときに道に迷って反乱軍に捕まってしまっただけですよ。嘘だ。私ちゃんと聞いたもん。自分は反乱軍の味方だから逃がしてくれって惨めにも泣きついてたのをこの目で見たんだから。当たり前じゃないですか。みんなが棒を持って追いかけてくるんだから、まずはあの場を切り抜ける方法を考えるでしょう。私はむしろ女王様が助けてくれると思っていたのに、それなのに置いていくなんて。二人とももう喧嘩はやめて。マリーさんも無事だったのですね。エシュールは私たちの仲間です。私が証明できます。本当？リアナ村長さんと持ってきた食料を配給していた時、取り合いになって騒ぎになったんですが、その時私をかくまってくれました。リアナ村長さんは騒ぎの前に獣人の村に戻って今は無事です。反アニマル館革命戦線たちがまた何かやらかすんじゃないかって心配して急いで戻りました。本当に私を裏切ったんじゃないの？裏切っていたらこうして女王様の前に現れると思いますか。いくらドジな女王様でも王権は尊重しますよ。エシュール、ごめんね。ごめんね。まあみんな無事に再会できたならそれでいいじゃないですか。ところでその手に持っているのはバゲットですよ。いざという時に自衛用として使えるパン、ドンキです。ところでこのエルフはどちら様ですか。どうしてみんなして彼女にしがみついていたんです？エルフたちはそんなことを企んでいたんですか。それを阻止して連れてきたモナティアムの市長が彼女と。私たちがいない間、この国で何が起こったの？私も詳しくは知りませんが、できる限り見たままをお話しします。女王様が逃げた日以来、反乱軍と近衛兵は毎日争っていました。私は事情を何も知らないベーカリーの店主だと言って両方にパンを作ってあげることで無事に過ごしていました。もちろんまともなパンじゃないわ。草をむしって小麦粉と適当にこねてフライパンで焼いた平べったいパンよ。草？うえ、そんなの食
食べられるの？まあ食べられないことはないですよ。ベイカー街に住んでるベーカリーの店主はほとんどがそうやって争いを避けてたんです。でもある日、奇妙な妖精たちが現れ始めました。いきなり砂糖の代替品だとか言って得体の知れない黄色い粉をパン屋に売りつけてきて、私がパン作りを何年やってると思ってるの？きび砂糖くらい知ってるわよ。確かに甘い粉だったけど砂糖じゃなかった。まったくパン作りも知らないくせに口を挟まないで。とりあえずそれでパンを作ったわ。ないよりはマシでしょ。パンを食べ出すと雰囲気が良くなり始めました。反乱軍はだんだん規模が小さくなって、この衛兵たちもちゃんと働き始めて、女王様さえ戻ってきてくれれば全て元通りになると思っていた矢先に事件が起きたんです。ブラウンゲート事件が。その奇妙な妖精たちが実は魔女だってことが判明し、黄色い粉の原料が明らかになった事件です。世界樹の根っこから樹液を吸ってるアブラムシよ。最初は保管状態が悪くて虫の足とかが粉に混ざってたのかと思ったんですが、一口かじったパンから半分になった虫が出てきた時、みんながブチギレて第二次反乱が起こりました。みんな正気じゃなかった。この衛兵も私もみんな粉を供給した魔女たちを捕まえようと起こした反乱だったんですが、まあそんな感じよ。魔女裁判を永遠とやったの。隣の家のやつが怪しいってみんなが密告し合って、同族を魔女に仕立て上げる悪循環が続いて、結局争いばかり起こって王国がめちゃくちゃになったんです。燃やすものがなくなるまで燃やし尽くして、やっとみんな落ち着き始めたけれど、時すでに遅しでした。じゃあ王宮は、私の王宮はなんで無事なの？魔女裁判を行う場として使われたんですよ。唯一家主がいない場所だからわざわざ燃やす理由もなかったし、最高の皮肉ですよね。みんな王宮の近くに集まって作ったバラック街で過ごしていますよ。まだ少し余裕がある妖精たちが食料を分けてくれてるから食事の配給を待ってる状態です。大丈夫よ。エレナを連れて行って石を投げさせればみんな元気を取り戻すわ。女王様、気をつけないと。女王様への不満で起きた最初の反乱の時よりも住民たちはもっとピリピリしています。まあ少なくとも私に怒ってるわけじゃないんだし、話は聞いてくれるでしょ。そうですね。ましてやエルフたちの陰謀を阻止して砂糖の供給も再開されるでしょうし、住民たちを落ち着かせるチャンスですよ。それに私にはとっておきの切り札もあるしなんだか急に不安になってきたのですが、それは何ですか、女王様？ああ、なんでもないわ女王としてのカリスマを見せる時が来たのよ。着きました。ここが王宮前のバラック街です。いそいそ。あれ
女王様じゃない？ひそ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 。女王様が戻ってきた？ひそひそ。もちろんよ。心配しないで。ふっふん。妖精王国の民よ、女王エルフィンが戻ったぞ。見よ、これが王国を乱したものだ。頭が。ここはどこ？エルフだよね。エルフがどうかしたの？モナティアムの市長エレナは砂糖を独占し、その供給を止めてしまったのだ。我々が今までまともなパンを食べられなかったのは全てこの者の仕業だ。何か変です。この気まずい雰囲気は一体。だがしかし、わらわはこの者を許すことにした。エルフたちが我々を苦しめたのは純粋にこの者たちも困っていたからだったのだ。食材を再び供給してもらう代わりに、我々もこの者たちが必要としているものを提供することにした。だから民よ、わらわと共にもう少しだけ我慢して王国を再建しようではないか。これでどう？正義？俺たちが望んでいた正義はどこにある？なんですって？誰よ？女王の言葉に騙されるな。最初に反乱を起こした時、女王が逃げてうやむやになったことを忘れたのか？第一次反乱の時の正義を果たす時が来たんだ。待ってください。あの方はどなたでしょう？あのような住民は見たことがありません。何を言う。純粋に正義を望む通りすがりの住民だぞ。この匂いは喉が詰まりそうなもったりとした甘いさつまいもの匂い。魔女だ！あいつが魔女だ！ち、バレたか。この王国を乗っ取る絶好の機会だっつうのに、匂いだけで見破るなんて妖精もなかなかやるね。腹ペコの弱っちい妖精なんかに俺が捕まると思ってんの？何者ですか？正体を明かしなさい。俺は力の魔女ベルベット様だ。これからあんたら妖精を支配する新しい女王様になるお方だ。なんだ、ベルベットって誰？私はてっきりフリックルが出てくると思ってたんだけど。なんだと？フリックル？フリックルがここにいるのか？はあ、そりゃあよかった。あたいが目をつけた王国に他のライバルが現れるなんて面倒だし計算外だ。ちょっと、私はここの女王よ。私をいないものみたいに扱わないでくれる？女王、自分の王国を捨てて逃げ出したくせにか？それは私のせいじゃない。エルフたちが陰謀を企てたからで。証拠はあるのか？エレナ、何か言ってよ。ちょっと考えたんだが、エルフィンの味方をすれば私は罪人のままだが、ベルベットの味方をすれば罪人から解放されるんじゃないか？え？というわけで私は新妖精王国への亡命を希望する。
ベルベットと言ったね。私をこいつらから助けてくれたら、君の新しい王国に砂糖を供給してあげよいらねえよ。なんだって？砂糖なんて持ち出してきて何がしたいんだ。俺らは妖精みたいに砂糖依存症で苦しむ変色家どもとは違う。心が狭くて変色な妖精たちの王国をこの手で作り変えてやるのさ。なんであなたが驚くのよ。健康と強さはもともとバランスの取れた食事から来るものだ。俺が野蛮な糖分中毒に陥った妖精たちの食生活を改善し、強い王国にしてやる。まずいです。だからエルフたちの助けなんか必要ないね。私が間違っていた。エルフィン女王は正しいことを言っている。女王様が語ったことは真実だ。政治も知らない連中相手に、本当に単純でバカな連中だ。みんな聞いてたでしょ。正しいのは私よ。ひそひそ、言葉遣いが急にひそひそ。なんなの急に。私のことをジロジロ見たりして。ひそひそ、なんで急にタメ口なの。ひそひそ。足元、薬の効果が切れたみたい。早くアニマル缶を食べないと。アニマル缶を召し上がったのですか？私たちの商品は効き目がいいけど、副作用があることも知ってて口にしているんだろうね。大量に食べると気絶するから少しずつ食べてるわよ。それを食べると一時的に頭が良くなるが、効果が切れれば上昇した知力を処理できなくなって脳細胞が破壊される。結果的にどんどんバカになっていくんだ。謝罪賞の時、獣人たちにはそんなこと言ってなかったじゃない。摂取するなって言ってくれればよかったのに。だって獣人たちの知力はもともと最低だろ。副作用なんてほとんどないようなものじゃないか。確かに。相変わらずろくでもないわね。お腹が空いてつまみ食いしたのも合わせると120個くらい。なんということでしょう。女王様がドーピング中毒で自ら知力ゼロに向かって一直線だなんて。副作用のこと知らなかったんだもん。知らなかったんだからなかったことになるんだもん。想像しい。なんて大きな声。敵を目の前にして何をおしゃべりしてるんだ。面倒だからとっととかかってこいよ。みんなが見ている前で序列の上下をきっちりはっきりつけておかねえとな。魔女一人くらいなら私たちで何とかできます。ようやく戦う覚悟ができたらしい。さあ、その立派な妖精の女王の実力とやらを見せてみな。ちくしょう、防ぐのに精一杯で反撃する隙がねえ。大勢で寄ってたかって。妖精たちはねえよってもんも知らねえのかよ。向こうだ。正々堂々一人ずつかかってこい。そんなに言うなら私が相手をしてあげるわ。本気ですか、女王様？心配ないわ。
頭が悪くなると力が強くなるって習ったんだから。もともと強さと賢さは反比例するのよ。そんなことを教えた覚えはありません。女王の私が魔女一人に負けるとでも思ってるの？これまで私の活躍を見てこなかったのはこんなやつちょちょいのちょいよ。また私をバカにしてるんでしょ。いいから黙って見てなさい。ベルベット、勝負を受けてやろうじゃない。ハンデとして先手を譲ってあげるわ。全力でかかってきなさい。これは賢明な判断なのでしょうか。自信満々だな。行くぜ、トゲー。コッキー。俺の炎か？違うわ。ベルベットの斧振り回し魔法が女王様の本能的に発動した防御魔法で相殺されたのよ。この程度？なんだこいつ。斧振り回し魔法の物理的な衝撃波までは防げなかったんだわ。ジョーが倒れた。俺の勝ちか。まともに打撃を与えていないのに、まさか俺の威圧感だけで倒れたっていうのか。これって意外と強いかも。女王様一人を倒したからっていい気にならないで。根拠はないだろ。俺の眼光で妖精の女王を倒したって言ったって問題ないってことさ。悔しいけど証明する方法がない。どうだ見たか、妖精王国の民ども。あんたらの女王が俺に敗北する様を今すぐひざまずいて新しい女王である俺を崇めるがいい。新しい女王様、次の食事の配給メニューは何ですか？くずがゆだ。匂いを嗅ぐだけで健康になりそうな食い物だろう。反乱だ。新しい女王を追い出そう。新しい女王を追い出して前の女王様を復権させよう。なんだと。権力は民衆から生まれるという言葉を見事に証明していますね。私たちが食い止めます。早く気絶した女王様を連れて逃げて。この愚か者どもが誰が逃がすか。いつも甘いものばっかり食いやがって。それでどうやって生きていくんだ。いつも美味しいものに溺れてばかりだからこの役立たずどもが調子に乗るんだ。もちろん王座を取り戻した暁には砂糖の供給再開の約束は守ってもらいますよ。こっちへ。私のベーカリーじゃなくて魔法学校へ行きましょう。ええ、それが幸いにも知力が底辺まで落ちてしまった女王様がまた魔女と一騎打ちをするなどと言い出さないか心配で、住民たちにはできるだけ女王様の今の状態を隠しておかなければ。
ベルベットはあんなですけど、一人じゃありません。黄色い粉をばらまいた時、他にも魔女たちがいたと話したのを覚えていますか？そうでしたね。魔女たちは力の論理で動くご都合主義者たちですから。1対1での決闘も魔女たちの出世競争の一種だって聞いたことがあります。魔女の中で一番強いものが魔女の女王になるという。エルフィン女王様とは双子の姉妹ですよ。魔女の女王ベリータ様。エルフィン女王様と同じ日に生まれた高貴で賢いお方。もしもベリータ様が妖精たちの女王になっていたら、きっと何もかも違っていたでしょうに。ベルベット、フリックル。考えてみればおかしいですね。魔女たちが地上に出てきて騒ぎを起こすなんて今まで一度もなかったのに。行方不明らしいよ。フリックルから聞いたんだ。あの女と私がグルだったことを忘れたのか？行方不明？どういうことですか？魔女の女王がいきなりいなくなって地下が大変なことになっているんだってさ。誰が次の女王になるかで毎日争いが絶えないらしい。それで？私が知ってるのはそれだけだが、私は君たちの権力争いなんてどうでもいいんだ。それ以上聞く理由もなかったしね。でもどうして地上を混乱させるのでしょうか。妖精王国の支配者になったからといって魔女の女王になれるわけではないのに。教師様、なんと頼もしいお言葉。教師様のお言葉があれば私たちも頑張れます。頭がクラクラする。ここはイシュールのベーカリー？ベーカリーじゃなくて学校だってば。頭？ちょっとズキズキするというか、まだ頭の中がガンガンする。糖分が足りないのかな。女王様、あの一瞬でどうやって防御魔法を使ったんですか？あんなに素早く魔法を使えるなんて。女王様のこと見直しました。防御魔法？知らないわよ。あなたたちが私を助けてくれたんじゃないの？何よ、石頭？今私をバカにした？ちょっと待ってください。何？何よ、バゲットがどうしたの？パサパサしてて美味しくないわ。うわは！痛いじゃない。私が叩いたからって仕返しのつもり？なんで今度はそのままダメージが入るの？何かすごい能力が目覚めたのかと思ったのに。パンじゃなくて斧みたいな金属で叩かないとダメなのかも。フライパンを片付けて！ちょっと！そんな
様におかけした覚えはありません。君主は崖から突き落として育てるものです。過保護はわがままにするだけです。人間、君はこの世界に死という概念がないってことにまだ気づいていないのか？はあ、ちゃんと理解してないらしい。面白い話をしてあげようか。私たちエルフはもともと死んでいるんだよ。このエイリアスに来る前、故郷の次元では死んでいるということだ。ここは死を許さない世界なのさ。私がモナティアムを建国した時、故郷の星と同じように最悪の罪を犯した者には死刑を科す法律を作ったが、それが不可能だと気づいた時にかなり慌てたものだ。電気椅子に座らせてもくすぐったがるだけ。銃で撃ってもせいぜいゴム弾くらいの効果しかなかった。ああ、本当さ。だから最悪の犯罪者たちは税金だけを食いつぶすだけの終身刑に処するしかなかったんだ。二人とも何をそんなに長々と話してるの？全然わからないんだけど。個々じゃなくて普通に銃って言ってくれないか？鳥肌が立つ。人間、君はエイリアスに落ちてからだんだんその力に染まっているようだ。エルフィンも同じだ。ベルベットって女が斧を振り下ろしたのも致命傷になる攻撃だった。致命傷になる攻撃って何なの？世界樹に関係しているのだろうと推測しているが、確信はない。ちゃんと研究できていないから。ちょっと二人だけで盛り上がってないで、これからどうするのか考えない？そうですよ、教師様。今私たちが早く行動しなければ魔女たちを止めることはできません。ベルベットは一人ではないというのが問題です。魔女たちがあと何人いるのか分かりません。いくら自信過剰な魔女だったとしても、王国を乗っ取るために軍隊みたいなものを連れてきてるはずだ。一般市民だけで構成された反乱軍じゃ結局負けちゃいます。この衛兵がいる。魔女裁判をやってる時は王宮で見ましたよ。裁判がうやむやになってからは王宮に入っていないので私も知りませんけど。下水道があります。下水道に王宮につながるマンホールがあるので、そこから入ればいけると思いますよ。マリーさん、どうしてそれを知っているのです？そうだった。前に女王さんが家出した時、そこから逃げるのを手伝ったことがあったんです。いやー、危なかった。女王様、裏口は秘密の通路なのに、それを言いふらしてどうするのですか？私はそうだったっけ？よく覚えてないんだけど。どうやら
低下した知力が記憶力にも影響しているようだ。うちのバイオテクノロジー施設の細胞再構築機を使えばなんとかなるが、今モナティアムまで行くのは無理だろう。いい方法だと思います。パンが食べられれば何でも大丈夫だよ。ちょっとこんな時くらい解放してくれてもいいんじゃないか。その時は私なら逃げられると思っていたからだ。今は完全に積んでるだろう。君たちに協力するしかない状況だと言っているんだ。教師様、無視してください。エルフは信用できません。ここからこの扉を開けると、私の記憶が正しければこの辺りだったはずなんだけど。入れました。倉庫です。女王様があれほど嫌がっている。羊羹だ。この不良在庫、なんでまだこんなに残ってるの。気持ち悪い。見れば見るほど羊羹の味が蘇ってくる。食べないから減らないのですよ。王国が安定したら周囲の栗の木は全部伐採しないと。同じ資源と時間を使うならなんで栗なんて作るのよ。魔法でパンの木みたいなのを作れないわけ。この衛兵の休憩室がここからそう遠くないところにあります。廊下をまっすぐ行って左に曲がると大きな部屋があるんですが、そこから左側の通路に入って突き当たりです。どうしてそんなに詳しいのですか？女王様を家出させるときに仕入れた情報ですよ。口は災いのもと、口は災いのもと。王宮内部の事情まで全て言いふらしているのですか、女王様。そうかな。何がそうかなですか。これから家出をしようなどと夢にも思わないでください。そうですね。いつもなら巡回してる兵士が1人や2人くらいはいるはずなのに。休憩室に集まって昼寝でもしてるんじゃない？この衛兵の仕事なんてパン泥棒を捕まえるくらいしかないから、みんなやる気がないのよ。女王様のお通りよ。さっさと出てきなさい。何よ、みんなどこに行ったの？ネル。私に聞かれても分かりませんよ。私はずっと女王様と一緒にいたではありませんか。おかしいですね。最後の裁判が開かれたのは1週間前だったんですが、その間にみんな休暇でも取ったんでしょうか。みんな逃げただけじゃないか。みんな私を置いていなくなっちゃったの？私が戻るのが遅すぎたからみんないなくなっちゃったの？私のために残ってくれた兵士は一
一人もいないの？女王様、メソメソしている場合ではありません。毅然とした態度を保たなければ。私が無能だから一緒にいたくなかったの。困ってるようだな。それならこの私が助けてあげてもいいぞ。同盟者としてな。私が脱走しようとした時のことを覚えているか？私のポケットにはまだ MEOW 発信機が入っていることを忘れてしまったのかな？エシュールのバゲット剣術に気を取られて忘れちゃったから、エシュールのせいよ。君たちのずさんな捕虜の扱いについては後で話そう。重要なのは今それを使えるということだ。ロボットとモナティアム鎮圧班を呼べばあっという間に事態を収拾できるということだ。本気で言っているのか？呼んだ途端に裏切るっす。おい、本当に助けてあげるって言っているんだ。めまいがしてくるよ、まったく。すぐに問題を解決できるというのに何を迷うことがあるんだ。ああ、もうイライラする。今の君たちに何ができるというんだ。せっかく助けてあげようとしているのに助けてもらいたくないのか？それは確かに言い返せないが、そんなこと言ってる場合じゃないだろ。君たちが生き残らないと私も生き残れない。頼む、1回だけ押させてくれ。1回だけだから。そうですね。一緒に戦えば勝てるかもしれません。エルフたちに任せるくらいなら、負けるにしても自分たちの力で負けたいです。はあ、好きにするといい。私はちゃんと助けてあげようとしたぞ。君たちが断ったんだからな。うるさい！何？外ですよ。外から聞こえてくる音です。そうだ、おとなしく食べろ。そうやって食べていればいつか血糖値が下がってすごく健康になる。この屈辱、苦すぎる。こんなもの食べられるか？香ばしい味が恋しい。妖精たちが捕まっていますよ。早く行って助け出してあげましょう。こいつら一体どこから湧いてきた？そこのお前強そうだな。このティグ様と一戦交えてみないか？網に濡れた犬の匂い。あんたちゃんと体洗ってんの？ティグ、ひとまず戦うのは後回しですよ。妖精たちを避難させないと。村長、俺は戦いたいんだ。囚人たちが助けに来てくれた。ディアナ！女王様、念のため囚人たちを連れてきましたが、やはりティグを説得するのに時間がかかってしまいましてね。間に合って何よりですよ。
助けに来たわけじゃないから礼を言われる筋合いはない。俺はただ俺のライバルになれる強者を探し求めてるだけだ。俺はただいい勝負ができると聞いてついてきただけだ。杖で叩くなよ、痛いだろ。余計なことを言うんじゃありませんよ、この子は。まったくティグったら口を開けば余計なことばかり言って。早く妖精たちを避難させなさい。覚えてろよ村長。俺が村長になったら。なんでってやればいいんだろ。ルーパー、ベニー、早く来い。妖精たちを守るぞ。妖精たちは獣人みたいな動物と手を組んで暮らしてるのか。急損害だ。くそ、もう少しで全部終わるはずだったのに。畜生。教師様、獣人たちが魔女たちと戦って注意をそらしてくれています。この卑怯者ども、両側から攻撃してくるなんて。このベルベット様は地上を支配する魔女だぞ。あんたたちみたいな無謀な衆に降参するわけないだろ。どうして魔女が地上を支配しようとしているのですか？一体なぜこのようなことをしているのです？それはムカつくが言い返す言葉が見つからない。小賢しいやつらだ。どけ。こいつなんでこんなに強いのよ。飛ばされるかと思ったわ。まだこんなに力が残っていたなんて。魔女たちは力の論理で生きてるから一人一人がすごく強いんです。あいつ王宮に入っていく。急いで追いかけよう。なんで王宮に入ったんでしょう。王宮の秘密の通路も知らないはずなので、ベルベットにとっては袋小路みたいなものですよ。確かに逃走経路にしてはおかしな選択ですね。まあ私たちにとっては好都合だからいいじゃない。そこのお前邪魔だ。どけこ私たちは味方よ。れ。久しぶりに雌雄を決する相手が現れたってのに横取りされるわけにはいかないだろ。あいつを捕まえてみんなに認められる真の英雄になるんだ。ディアナを巻くのにどれだけ苦労したと思ってる。ティグ、止まりなさい。隊長、待って。いつの間に。俺は先に行くぞ。女王様、申し訳ありません。ティグったらまた勝手なことを。大丈夫よ、ディアナ。結局は私たちを助けに来てくれたんだもの。私もだ。私も助けようとした。もうその気持ちはありがたく受け取っておくわ。本心かどうかわからないけど。ティグがよく来た。
この役立たずを連れて行きな。ティグに何をした走ってたら一人で廊下の柱にぶつかって気絶してた。ティグ隊長は壮絶な戦いの末に気絶したに違いない。すぐ後ろから追いかけてきたんだろ。時間的にそんなことが可能だと思うか。確かにこのくらいの時間差なら柱にぶつかって気絶したと言われた方が説得力がある。ベルベット、私の席から今すぐ降りなさい。俺が座ってるんだから俺の席だ。本当に子供っぽいんだから椅子取りゲームじゃないのよ。そうさ、椅子取りゲームだ。地上に来る前に他の魔女たちに堂々と宣言してきたんだ。地上は俺のものだから誰もついてくるなって。俺の力で初めて手に入れた王座だ。簡単に諦めると思うか。魔女の女王は許可したのですか？魔女の女王がこんなことを許すわけないわ。女王魔女の女王はもう仕事に興味ないらしい。とっくに逃げ出したよ。行方不明それは上がでっち上げた作り話だ。ただどこかへ逃げ出しただけだよ。臆病な女王なんてそんなものだ。噂じゃビビった地上の妖精の女王も王国を捨てて逃げ出したらしいじゃないか。それでいい機会だと思ったのさ。まったく姉妹だけあって二人ともそっくりだなお姉ちゃんの悪口言わないで。お姉ちゃんはそんなことしない。私より頭がいいんだから。お姉ちゃんはそんな性格じゃない。あなたが勘違いしてるのよ。はあ、うんざりだ。地上ではいつも似たような連中が喧嘩ばかりしてて争いが絶えないって言うから地上に出てきたってのに。正直ちょっと驚いたよ。地上の種族が俺たち魔女と互角に戦えるなんてさ。地下に閉じこもっている時間が長すぎたか。それもこれも俺たちを井の中の蛙にして弱体化させようとする魔女の女王の策略だったんだ。お姉ちゃんのせいじゃない。ぶつかり合って強くなるものなのに魔女の女王はいつも地下の空洞に俺たちを閉じ込めようとしてた。今更ながら気づいたよ。魔女の女王がどれだけ腹黒いか。うるさい。もう聞きたくない。王宮がガランとしてるってことはみんな女王を捨てて逃げ出したんじゃないのか。聞きたくない。それがどうした。あんた一人で何ができるって言うんだ。挑発です。聞かないでください。許さない。そう、これを待ってたのさ。痛い。一人で突っ込んできてくれればこんなに楽なのに。なんてことを。女王様を侮辱して無慈悲に攻撃するなんて
許せません。教師様、皆さん、力を合わせてこの魔女を倒し王国を取り戻しましょう。これ以上王国を混乱させるこの者を許しておくわけにはいきません。そうだ、かかってこい。俺は降参なんてしないからな。ここまでか。俺もこれだけの王座を手に入れるチャンスだったのに。あらあら、本当にどうしようもないね。私以外に地上に出てきた魔女がいるって聞いてすごい子かと思ったのに、こんな連中に負けてひざまずくなんて。フリックル。まあでも悪くないかも。欲張りな子はいつだって役に立つし。フリックル、よかった。私を解放してくれ。私たちは仲間だろ。とっくに手は切ったでしょ。まだそんなことを言うなんて。とにかくもう終わりにしましょう。どうせ私たちはお互いに死ねないし。何バカなこと言ってるの？どうして私たちがそれを知らないと思った？まったく地上でぬくぬくと暮らしてる連中は。ちょうどいい機会だからあなたがちゃんと説明してあげれば。私は忙しいから失礼するよ。地上の種族って思ってたよりももっとどうしようもない連中だったね。どこへ行くつもりですか？エレナさんと共謀して地上を混乱させた罪を同じように償ってもらえます。ねえ司祭さん、そもそも許可をもらうつもりなんてないよ。じゃあね。女王様、大丈夫ですか？ネル。よかった。ご無事ですね。ごめん。私、弱すぎて、魔女一人にも勝てないみたい。最初から正気で突っ込んだわけではないでしょう。そんなにご自分を責めないでください。大丈夫？大丈夫だから話せ。油断してあいつの斧にやられて気絶しただけだ。妖精たちはなんで無駄に柱をあんなにたくさん立ててるんだ。うるさい。これで全部終わったんですかね。ですが、しばらくは平和だと思います。何はともあれ、私たちが勝利したのですから、今は楽しみましょう。私たちの壊れた家は王宮で直してくれるんですよね。損害賠償請求するっす。おそらくみんなが教師様を私たちの一員として認めているからではないでしょうか。教師様も王国の高官ですから、責任を分担するのは当然ですよ。
教師様、なんてことをおっしゃるんですか。私に何か裏があると思っているように聞こえるのですが。女王様とは違って無駄に勘がいいのも困りものですね。扱いにくいです。もちろん教師様に王国の再建をある程度はお任せしますが、適性というものがあるでしょう。私が手伝ってあげる。私も一緒に穴を掘れば2倍早く終わるわよ。教師の隣で一緒に穴を掘ってるふりをすればイメージアップになるんじゃない？何をそんなに心配していますの？まだきちんと仕事が終わった気がしないからです。まあそう心配なさらないで。上々ではありませんか？それよりもビジネスの話をしませんとね。ええ、本題に入りましょうか。魔女たちについての情報が必要です。魔女たちを監視して私に動向を教えてください。情報提供者が必要かしら？それは少々値が張りますの。心配無用です。それは私が何とかします。なんて思い切りのいい司祭さんでしょ。わかりました。お望みの通りに。